かの夢を応援し始めると、あなたの夢も動き出しますよ。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日はこちら蟹座の新月図の解析を行っていきたいと思います。早速ですが、蟹座の新月っていうのは一番ソウルの奥深いところにアクセスできるという1年に1回の特別な新月でもあるんですね。ですから蟹座の新月のテーマは常にあなたのソウルや心の奥底が本当に求めている世界、居場所、夢は何ですかというテーマが常にあるんですが、今回特にこれ日本の新月図を出しているんですが、アセンダントがヤギ座で、そのヤギ座のアセンダントの場所ですね、ここクリクリ。このマークは小惑星エコーなんです。小惑星エコーがライジングプラネットとして位置しています。そしてまさに小惑星ヤギ座のエコーこそ一番小さな奥にあるあなたのソウルの本音を聞こうとする天体なんです。だから本当にこれが大事なテーマになります。しかも MC は、カルミネートのところにはサソリ座がありますね。これは深い直感力が社会的な到達点として示されているということになります。今言ったように新時代占星術において小惑星もしっかり見るということはとても大事で、この小惑星エコーが日本の新月図のアセンダントにあるということは、日本人の皆さん、もうちょっと心の声を聞いてみてという宇宙からの重要なメッセージになるんです。実はとても大切にしている小惑星の一つがエコーなんですけれども、というのは、そもそも私たち占星術師は見えないエネルギーを読み取ろうとしています。そして大きく世の中を分けると見える世界と見えない世界があります。そして聞こえる音と聞こえない音があります。エコーっていうのは唯一見えない世界を見ようとする天体であり、聞こえない声を聞こうとする天体なんですね。ですから今回はこの大きな声でかき消されそうになっている心の本音とか外からの情報でうやむやになってきてしまっている一番奥にあるエネルギーとかそういうものを頑張ってみんな見ていこうよという宇宙からの呼びかけとなってます。で、じゃあその見えない世界って何かというと、見えている世界の背後にある真実とか感情とかね、マインドとか思い、こんな風な出来事になってるけど、でも思いは違うんだっていう時ありますよね。こっちの部分を意識して見ていくことが大切ですよというメッセージになります。それからやっぱり今 SNS で外からの情報があまりにも外からに簡単に入ってくるので、自分の思いはどうなのか、心はどうなのかっていうフィルターを通す癖がだんだんなくなってしまっていますよね。そこをもう一度思い出してみましょう。ということなので、個人レベルで私たちが蟹座の新月周辺にやってほしいと宇宙が言っていることは明確です。宇宙は私たちに静かな時間を持って一回 SNS を切って外からの音を遮断して目をつぶって見えない世界の中で自分の一番内側のそのまた内側にある私がいつも持っているこのマカバ、お腹のおへそぐらいのところにこの大きさがこれであることが重要なんですが、みんなソウル持ってるんですよ。このマカバっていうのはソウルの形なんですね。ここからの声、ここからの思いを聞こうとする時間をぜひできれば新月の日にちょっと無理でもその周辺にとにかく一回遮断して外とちょっと傾けてみてください。で、普段なかなかそういう声が聞こえないんだという人も多分今回は聞こえます。ですから、ぜひやってみてください。で、その時に何を知ろうとするかということも明白なんですけれども、このマカバで持ってる人はもちろんマカバ水晶を持ってない人は、今これ映しますので、この画像を目に焼き付けてください。これで十分です。焼き付けて、そのマカバを思い出しながらお腹に手を当てて、こう問いかけてほしいんです。私自身が本当に求めている世界は何？どんな時間を持ちたいの？どんな日常を求めているの？
明日も、そのまた明日も、そのまた明日も、10年後も、どんな思いで朝を迎えたいの？どんな人に囲まれて朝を迎えたいの？というふうに聞いてみてください。そうすると魂の声が返ってくると思います。というホロスコープです。なので、ぜひ、今年のね、蟹座の新月には、これまで無視してきた心の声を聞いてみてください。外が何と言おうと関係ないんです。世の中が何と言うと関係なく、あなたが求めているもの。ということです。もうこの新月図のエコーの位置からだけで星読み終わってもいいんですけれども、もう少しちょっと詳しくいくつかピックアップして解説していきたいと思います。実はですね、それをするにあたって多分これ簡単じゃないんです。というのはちょっと過去の後悔とか傷とか過去の苦い思い出がきっと出てくるんです。っていうのもアスペクトで示されています。それでもやってください。だから思い出してしんどくなるんじゃなくって、本当はこうしたかったんだよね。ここからはそうしますという新たな決意にね、変えてきてほしいと思うんです。なぜならば、この後7月後半からライオンズゲートが開く時期に差し掛かりました。またこれも詳しく動画を上げますので、必ず見ていただきたいと思いますが、毎年言ってますが、ライオンズゲートをくぐることができると、また新しいステージに行くんですが、あなたがどのゲートを通りたいのかっていうのが分かってないと止まっちゃうでしょ？だからこの蟹座の新月で魂の本音を聞いて、私はこういうゲートをくぐりたいと分かってライオンズゲートを迎えると、これだ、間違いなく、あっという間に閉まっちゃいますからね。間違いなくシュッといけますよという流れになっております。ではもうちょっと大きくしようか。もう全部のこのアスペクトを解説していたら、5時間ぐらいマジでかかっちゃうんですが、ちょっと大事なところをピックアップしていくと、今言ったようにアセンダントが新月図では大事なんですが、このアセンダントはヤギ座だから支配星は土星。じゃあ土星はどこにあるかというと、サンハウスでパラス、ベスタとコンジャンクションしてるんです。で、この土星は1ハウスのこの今言ったヤギ座のエコー、それから7ハウスの新月連合ですね、水星も絡んでますが、スクエア、つまりTスクエアっていうのを取ってるんです。それから真向かいには9ハウス、天秤座のパンドラとかですね、8ハウスの天秤座のエロスなんかがオポジションでありますし、ドラゴンヘッドともセミスクエアを取ったりしていますので、結構もう全部ハードなんですね。つまりですね、これらを総合すると、現実的な自分のやっているコミュニケーション、あらゆる人間関係のコミュニケーション、それから学びという場所において、自分自身の深い思いとどう向き合っていくのかっていうことに対して、かなり厳しい愛のレッスン、問いかけはやってきますよ。でも、それがないと心の声が聞こえないから、何も出来事が起こらないと今のまんまです。ちょっと厳しいレッスンがあるから、本音はここだったんだっていうことに気がつけるよという流れになってますので、なのでこの厳しい愛のレッスンが来ても、ぜひマイナスに取らずに、これは何かに気づくチャンスなんだ。で、それは私の本音に気づくチャンスなんだっていうふうに受け取っていただきたいと思います。で、今回新月の塊はプシケとか水星とコンジャンクションしているんですが、ここのね、新月の位置は蟹座の22度なんです。で、蟹座の21度から25度は、先生術のサビアンでは、共感社会の価値に気づくっていう場所なんですよ。なんか今一人一人もう自由にありのままに行きましょうみたいな風潮が一時ありましたけれども、それじゃあ結局はそれぞれが一人ぼっちになったり、虚しさを感じたりしているっていうことに気づいた人も多いと思うんですね。やっぱり共感力の中に素晴らしい社会が出来上がってくるよという場所なんです。その中で特に22度というね、今回のこれ 21.59 度っていうのは22度とみなすんですが、このサビアンシンボルは若い女性がヨットを待っているっていうサビアンなんです。これはもうピンポイントで本当に夢に向かって生きる女性っていうことです。それが理想的な社会ですね。海っていうのは共感の世界なんです。その海に出ようとしているので、理想的な社会とか集団とかコミュニティの新しい寄り添いの形への期待
思って一歩踏み出そうとしている女性像というのを示していますので、特にジェンダー関係なく女性性を強く持っている人たちは、これからの未来よりみんなが共感し合える平和で、穏やかで静かな世の中になるように、コミュニティや団体やグループを持ってそこに一歩踏み出そうとしている人たちを応援してくれるんじゃないかと思います。で、実は新月は、8ハウスのね、乙女座の金星とか、双子座のこの逆側にはね、天王星なんかがあって、そことはセミスクエア。しかももうベスタ、パラスともスクエアとか、で、エコーのさっき言ったようにオポジション。結構ここもね、なかなかハードなアスペクトを取ってますし、乙女座の金星も、ちょっとカイロンとアスペクトを取ってたりとか、もうとにかく真っ赤っかのハードなアスペクトだらけの新月なんですが、それぐらい魂の声を聞くっていうことは、なかなか厳しいところなんだよ。本音に気づくっていうのって、結構間違えてた、勘違いしてたんだ。気づいてあげられなくてごめんねって傷が一回うずくことがだから多いということなんです。でもそこがゴールじゃなくて、それを通すんですが、実は、5ハウスの双子の座の火星は土星とセクスタイルを取っていたり、それが1ハウスの水亀座のジュノ、ヤギ座のエゴと、ここはトラインを取ってるんです。双子座の火星が実は結構なポイントでして、表現していくこと、軽やかに行動していくことが私たちを新しい視点へと引き上げてくれるということなんです。5ハウスに火星があるので、楽しむということが本当に大事になってきます。ですから5ハウスっていう喜びを持って、私はこれだったら楽しくできる。あなたはそれだったら楽しくできるの？じゃあ私とあなた、コミュニティの中で協力して、それぞれ楽でというかね、得意で楽しくできる部分でお互い共感して共存し合って、助け合いっこしないみたいな、そういうものに意識を向けていくといいですよということです。だから自分の心の本音、本当にやりたいこと、本当はどの立ち位置でいたいのか、あなたが5ハウスのように喜んで楽しんで子供のように無邪気にできることは何という本音に気づいていってほしいということになります。よいしょ。戻ってまいりました。ですね。なのでですね、本当の心の声に丁寧に、そして注意深く耳を傾けてください。本当に注意深く耳を傾けないと、やっぱり小さな声だから聞こえにくくて、大きな外からのこうすべきでしょっていう方がドンと入ってきちゃって、かき消されたりするんです。ですから、遮断して一回静かな時間で、お腹、おへそのあたりに手を当てて、マカバを思い出しながら、ソウルの本音、今日も明日も10年後もどんな朝を迎えたいですかっていうふうに聞いて、そこで浮かんでくるビジョンを大切にしてみてくださいということになります。で、このね、アスペクトは、自分を犠牲にしてという意味ではないですけれども、自分が喜びを持って誰かの役に立つ、奉仕するっていうことを積極的にやる人の夢が開けていきますよというアスペクトでもあります。簡単に言うと、誰かの夢を応援する人の夢が動き出す。誰かの夢を応援し始めると、あなたの夢も動き出しますよ、みたいなエネルギー、メッセージがすごくここにドーンとあるんです。ただしこれ本当に何回も言いますけど、日本人の方って本当に優しい方が多すぎて、自分のことほっといて誰かの夢を、じゃないですよ。もう余裕、ゆとりを持って応援することができるようになった時に、あなたの夢も動き出しますということをちょっと意識するといいのではないかと思います。ということで、ぜひ皆さん素敵な蟹座の新月をね、ソウルの声を聞いてあげる。ちょっとこのもう忙しい世の中ですが、一回、この蟹座の新月あたりは、インターネットをパチッと切って、自分だけの時間、外からの情報が入らない時間を一瞬でもいいのでね、持ってみてください。では、これを見ている皆さんに、今日の1枚引きで、
7が出ました。占星術のね、天体、サイン、新世紀科学、数秘術、いろんなものが入った65枚、宇宙から降りてきた65枚の図柄をカードにした、ガイアハウスオリジナルのセプタグラムソウルジャーニーリーディングカードです。今本当に日本でたくさんの方がプラクティショナーになってくださって、もう毎週のようにいろんなところでマルシェなどのイベントも開かれてますので、ぜひ皆さん一回行ってみてください。素晴らしい方たちと同士にのね、気づき、目覚めが生まれるんじゃないかと思うんですが、今日出たのは数秘術の7のカードです。まさにセプタグラム、7芒星の7なんですが、これは宇宙につながるアンテナを示しています。まさに、蟹座の新月の日、皆さん、宇宙、つまり宇宙っていうのが小宇宙である自分自身の声が限りなく聞こえやすくなってます。特に日本の人、アセンダント、エコー、ライジングですからね。なので、ぜひしっかりと聞き取ってあげてみてください。ということで、素敵な蟹座の新月をお迎えください。